だいまより2017年第33回日本国際賞ジャパンプライズの受賞者発表記者会見を始めたいと思います。本賞は1985年にその記念すべき第1回をスタートしまして、今年で第33回を迎えます。過去30数年の本賞の受賞者とその業績を振り返ってみますと、まさにジャパンプライズの受賞系譜そのものが科学技術の進歩とそれがもたらす人類社会の繁栄と幸福の歴史を映し出しているものと、改めて強く認識するわけでございます。2017年第33回ジャパンプライズの受賞者を発表いたします。エレクトロニクス通信情報分野、受賞者、イスラエル・ワイツマン研究所教授、アディ・シャミヤ博士。受賞業績は、先導的暗号研究による情報セキュリティへの貢献です。続いて、生命科学分野です。こちらは、女性科学者2名の共同受賞です。受賞者、お一人はフランス人で、ドイツマックス・プランク感染生物学研究所所長、エマニュエル・シャルパンティ博士。もう一人は、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校教授、ジェニファー・ダウドナ博士です。受賞業績は、クリスパー・キャスによるゲノム編集機構の解明。以上、2組3名の方にお送りすることといたしました。一昨年11月に、今回の2つの受賞対象分野、エレクトロニクス情報通信分野と生命科学分野の募集定義を決定、発表し、財団の登録推薦人である国内外約1万3000名の著名な科学者や技術者の方々に候補者の推薦をお願いいたしました。その結果、エレクトロニクス情報通信分野で137件、生命科学分野で187件、総計324件の推薦をいただきました。これらの推薦について、分野ごとに設けた2つの審査部会で、学術的な新規性、独自性などについて厳正な審査を行い、同時にジャパンプライズの特徴であります、その発見、発明がどのように社会に貢献しているかについても、大いに議論、検討をいたしました。また、その過程では国内外71名に及ぶ当該分野の有識者の先生方にも客観的なご意見をいただき、それも踏まえて、審査委員会において受賞候補者の最終絞り込みをいたしました。暗号化鍵と複合鍵が別で暗号化鍵を公開しても複合鍵をそこから導き出せないという公開鍵暗号という画期的な提案が行われました。しかし提案者たちは実現方法をどうしても見つけることができませんでした。この難問を最初に解決したのがシャミヤ博士たちの発明した RSA 暗号です。現代では重要な情報を安全に保管することも重要な課題です。シャミヤ博士はどのように分散すればどの程度情報が漏れても安全かを保証する秘密分散法を最初に提案し実現しました。シャミヤ博士は自分の持つ秘密情報を漏らすことなく、相手とのやり取りの中で確かに自分がその秘密情報を持っていることを相手に納得させることができる個人識別法の手法を開発しました。この個人識別法は学術的に極めて優れた成果でもありまして、
実際に放送衛星会社の課金システムなどにも使われております。I believe that my selection was not only due to my personal scientific achievements, but also due to the increasing importance of data and cybersecurity research. Preventing attacks, preserving privacy, and safeguarding personal and national digital assets had become a critical part of our lives. I am proud to be one of the first few researchers who helped to establish this area as a thriving scientific field, along with my colleagues Diffie, Hellman, Rivest, Adelman, and others, and would like to thank them for the many years of fruitful collaboration. I would also like to take this opportunity to thank my supportive family for always being there. 圧倒的に、ゲノム編集の技術を変えるのはこのお二人の貢献が非常に高い、クリスパー・キャスによるゲノム編集機構であります。で、このゲノム編集機構は、クリスパー・キャスを使っているんですけれども、このクリスパーに結合するあるいは関連する、酵素が見つかっておりまして、それをCAS と呼んでおるわけですが、クリスパー・アソシエイテッド・エンザイムで、クリスパー関連の酵素ということでありまして、このクリスパーと CAS のシステムを使ったゲノム編集が今回の受賞の分野になってございます。ウイルスやこれファージですけどが感染したりしますと、その遺伝子を CAS と複合体を作ることによって切って自分の体を守ることができるようなシステムがございまして、2011年にシャルペンティエがこういう機構を発表しております。さらにこの年からダウドナ博士と共同することによりまして、ここにありますように人工的にデュアルトランスアクティベイテッドクリスパー RNA というふうに呼ばれているんですけれども、それをミミックするような模倣するようなsgRNA という人工 RNA をデザインして、Cas9 というシステムを使いますとゲノム編集を極めて容易にすることができるということを明らかにしております。This is really truly a great honor for me and for my colleague Jennifer Dorna to be awarded the prestigious Japan Prize for our work that resulted in the CRISPR-Cas9 technology, which, as you know, is quite transformative for the field of life sciences. So I would like to thank surely the foundation, the president of the foundation, the members of the selection committee, and all other members of the foundation. For me, this is an honor that I think really recognizes the importance of fundamental science, of research that is not targeted in any particular direction, but is aimed at a curiosity-driven project, as we embarked on, that in this case led in a very unexpected and exciting direction. So we appreciate that the foundation is honoring this type of science, and we look forward to working with all of you and to continuing to mentor our students and encourage them to pursue science as we have. Thank you very much.